皆さん、こんにちは。ともです。今日は日本の中国道元船による支配ということでお話ししていきたいと思います。道元船とは中国人民解放軍の大佐が1999年に発表して世界的に大きな反響を呼んだ現在の中国やロシアの動向を観察すると、この両国は道元船を実現しているということで、日本においてもですね、今、中国のこの道元船の支配が完成しつつあるというご報告であります。この道元船とはですね、正規軍同士の戦いとしての通常戦だけではなく、非軍事組織を使った非正規軍、外交戦、国家テロ戦、金融、サイバー、広報戦、心理戦などを駆使し、倫理や法の支配さえも無視をする極めて厄介な戦争方法であります。中国は現在、道元船を遂行していると言われています。例えば、常日頃からサイバー戦を多用し、情報摂取などを行っていますし、広報戦、心理戦、法律戦を多用し、例えば、東シナ海や南シナ海では、軍事手段を活用した戦争に至らない準軍事作戦ということで、パラミリタリーオペレーションショートオブワーというんですが、これは南シナ海で領土問題を抱える諸国に対して、海軍の戦艦を直接使用することなく、漁船や武装民兵、海警局の監視船などの準軍事的な手段を駆使し、中国の主張を強制しようとしている。言わず、戦わずして勝つという伝統を持つ中国は、軍事力の行使をしなくても、様々な手段を駆使した戦いを実践しているわけですね。現在、今、安倍総理がお辞めになり、総理の選挙戦が行われておりますが、今までのいきさつから考えますと、安倍総理の政策を裏で指揮していたのは、菅官房長官であったわけですね。で、それを支えていたのは、二階幹事長と言われています。で、この二階幹事長と菅官房長官、現在官房長官なんですが、それを手を組んで、中国の道元船を実現しようとしているのではないかというご報告でございます。菅官房長官が現在選挙戦で優位に立っていると言われておりますが、問題は菅官房長官は現在の地位を利用しますと、選挙戦に有利な立場にあるわけです。例えば、官房長官は機密費、正式には内閣官房報奨費というもので、国が国の事務または事業を円滑、効果的に遂行するため、その都度の判断で最も適当と認められる方法により、機動的に使用する経費っていうのが機密っていうのがあるんですが、これは毎年10億円以上ですね、使用できると。そして、官房長官の裁量で使途は公表されない予算である。これが、選挙資金に使われる可能性があるということで、官房長官が総理選挙に出るというシステムは非常におかしい制度であるわけです。官房長官は次期の総理が決まるまでは官房長官として選挙の制度を見守る制度でありますから、その人が出馬し、機密費を使って総理選挙を自ら行うというのはやってはいけないこ
ことではないかと思うんですね。で、今まで二階幹事長と菅官房長官の下で行われてきた、いわゆる親中派と言われる中国の超限戦に影響を受けたリーダーがさらに力をつけますと、中国の超限戦での日本支配が完成し、民意を無視する国家が誕生することになりかねません。そこで日本もついに菅総理誕生しますと、民意を無視する国家の仲間入りになりかねないということで、今日のご報告はその点について考えてみたいと思います。中国の超限戦による支配。これは中国の人民解放軍の2人の現役将校が唱えた戦略であります。超限戦は1999年に発表され、世界的に大きな反響を呼びましたが、その超限戦について、アメリカでもその超限戦による支配に危機感を発しておりまして、CSIS と前に申し上げた国際戦略研究所というところで、日本における中国の影響力という報告が出されているわけですね。ここで少し読んでみますと、Japanese government finally announced the suspension of travel visa for travelers from China on March 5. 3月5日に中国から旅行ビザを停止したということですね。そして同じ日に The same day, the Japanese government officially announced Xi Jinping state visit was postponed due to COVID-19 ということで、日本政府は同じ日に正式に安倍総理は習近平の日本訪問を延期した。ここまでトラベルビザが停止されなかったのは、習近平を徴兵する超限戦による影響力があったのではないかということですね。ここでこの内容を読んでみますと、According to a recent German Marshall Fund Report、ドイツのマーシャルファンド報告によりますと、Tactics China routinely uses around the world。世界中で中国が使っている戦略は、次のようなことを生んでいます。Weaponing the Chinese economy。中国経済を武器として経済的な威圧をすると。エコノミックコアーションですね。で、asserting narrative dominance。物語を作るわけですね。そして、プロパガンダをし、disinformation。間違った情報を与えると。relying on elite intermediary。エリート層に頼ってですね。instrumentalizing the Chinese diaspora。チャイニーズ中国の移民っていうんですか。日本で言えば機関に相当するような政策を取ると。それを具体化していくわけです。そして、embedding authoritarian control。で、権限をコントロールするというのが日本における、影響力なんですが、これはもう超限戦ということを示しているわけですね。で、この赤印のところをちょっとしばらく読んでみますと、秋元 belong to the LDP's powerful 二階ファクション。この秋元は、この自由民主党の強力な二階派別に所属していると。named for LDP Secretary General 俊弘二階、和歌山プリフェクチャー。和歌山県の二階俊弘官房長官の派閥であるということですね。which is a LDP's pro-China group。これは自由民主党の親中グループであると。This group is also referred to as a 二階今井 faction。
この集団は二階今井派閥とも呼ばれていると。高谷今井、a senior advisor to Abe and former METI bureaucrat。この安倍の総理補佐官であった今井高谷、そして経済産業省の官僚以前ね、経済産業省の官僚であった今井は、has persuaded the prime minister、この総理に to take a softer approach towards China。チャイナに、緩いね、戦略を取ると。より融和的な政策を進めたということですね。and its infrastructure project on business group。そしてビジネスを基盤とした政策にもですね、アプローチをすると。で、二階 who has brought 5 pandas from China。二階はチャイナから5匹のパンダをto a zoo in his hometown 和歌山。彼のホームタウンである和歌山県の動物園にですね、5匹のパンダを持ってきたと。で、served as the Prime Minister's Special Envoy to China。そして、チャイナにこの特命大使としてですね、日本の特命大使として to meet シー・チンペイ April to 2019。2019年4月に習近平に会ったと。そして、advocate for Japan's cooperation on the BRI っていうのは、これは Belt and Road Initiative ということで、一帯一路のことですね。一帯一路に日本も協力するように主張したと。これをregardless of the United States、アメリカの意見も聞かずにですね、それを進めたと。He has also advocated for Xi's state visit to Japan。彼はまた、習近平の国家、日本招聘を主張していると。今でも主張しているわけですから、菅官房長官も主張しているわけですから、菅総理大臣が誕生すると、この Xi's state visit、習近平の招聘がですね、日本招聘が、国賓としての招聘がですね、実現することになります。非常に危険であります。そこで、菅総理が誕生することによって、ここでは中国超限戦の支配が日本で確立してしまうという事態が起こるという懸念をご報告させているわけです。この菅官房長官と二階幹事長は今まで特段の事情により中共の日本入国と中共の日本入国と GoTo トラベルにより中共へのおもてなしですね。それがどうも見え隠れして、どうもこの特段の事情で新型コロナの感染がストップできなかったというのがあるのではないかと思われます。さらには、この中共を入国させるために、感染者の国籍隠蔽により、この中共の入国が見えなくなってきたということが考えられるわけですね。ここで中国の超限戦というものを考えてみますと、具体的には今申し上げましたように CSIS による日本への影響力で示唆をされていると。そして2番目には日本の国会議員、公務員、マスコミなどエリート層がすでに支配されていると。これは総理の選挙でもですね、いち早く総理誕生というマスコミが騒いでいるのも、そのことに影響されていると思われます。で、この官房長官、菅官房長官と二階幹事長は、PCR 検査が陽性の中国人を入国させ続け、
無料で入院治療をしております。4番目に、中国人の日本帰化と日本戸籍の乗っ取りというのが現実に行われているようですね。これは後で、アドレスをですね、貼り付けておりますので、皆さんこの日本国籍については、そのコンテンツをご参考になさってください。5番目に、中教の行政官育成や中教学生への資金援助と奨学金付与をしてきたと。6番目、PCR 検査では外国人、調査中を含め優先し、治療費も無料になっていると。7番目、日本の重要な土地が中国人に売り渡されている。8番目、非常事態でも感染源の武漢からの船舶や航空路が新設されていると。9番目、税金を支払わない中国人にも特別給付金10万円で在外邦人にはなしというような措置が取られております。10番目、緊急事態時にも多数の中国人を入国させ続け、感染がストップせずに、感染防止が完全に失敗したということですね。これは中国の超限戦によって支配されていたからではないかと思われます。11番目、中国の武漢肺炎が収束しなければ、日本は収束しない状態にあると。つまり、中共の日本入国は止まらないわけですから、中国が完全に武漢肺炎を収束しなければ、日本は止まらないという状態に今現在、日本は置かれているということですね。これは中国の超限戦に支配された結果だと考えられるわけです。最後に、厚生労働省が中国人、外国人みんな全てなんですけど、この罹患者、感染者の国籍を隠すように指示をされているということですね。これが具体的になぜ私が中国の超限戦に支配され、で、今後も菅官房長官が総理になった場合には、この中国超限戦がずっと続いてしまうという根拠になっているわけですね。というのも、今まで中国の人材育成奨学計画ということで、いかにこの中共に支援をしてきたか、中共に有利なような政策が取られてきたか、この中国の超限戦がいかに成功してきたかという具体的な事例として、中共の行政官わずか48名、これは中国共産党の党員ですよね。この行政官48名に5億8500万円を使って人材育成ということで、日本の大学院とかですね、学位取得を前提として、必要な経費を支援しているという。これはスパイを養成しているということにもなりますよね。さらには、中国人の留学生授業料免除ということで6000億円の予算が使われている。さらには、生活費免除で1000万円。1000人計画メンバーにも資金提供がされている。という中国の超限制の成果が日本で具体的に政策として取られているわけです。さらに学生の奨学金に関して見ますと、中国留学生は奨学金額年380万円。日本人大学生480万円と100万円は多いんですが、中国留学生の場合には無償で与えられているのに対して、日本人大学生は利息託与、貸してるわけですから返さないといけないんですね。中国人留学生は返さなくてよいと。振込先が中国大使館になってるんですね。ですから、選別も中国共産党が行って、オリエンテーションも中国共産党が行ってますから、この共産党の家族がね、あるいは高官がこの中国人留学生としてやってくる可能性が大ですよね。これもスパイを要請しているということで、中国の日本の超限戦が確立されているという
ことになるのではないかと思います。中国超限戦が行われてきた具体的事例として、どれだけ中国人が日本に入国してきたかということですね。これは前にもお伝えしたと思いますが、国別入国者数ということで、2019年11月18万、12月23万、2020年1月20万、2020年2月10万7千ということで、3月からは入国規制がかけられましたが、それでも9000名。4月規制がかけられても716名。この数がですね、どうも特段の事情10598名に増えているということで、この数がどうも見え隠れしているわけですね。これを見てもご存知のように、中国との関係が断ち切れてないっていうのがわかりますね。で、4月になりまして、中国人は一人も入れないという政策だと国民には報告されていたわけですが、実際にはクルーを除いた数でもですね、4月総数として外国人5312名、中国人は716名、フィリピン332名、ネパール39名、韓国654名ということで、これは配偶者というんですけど、外国人なんですね。あまりにも多すぎるんですね。この特段の事情で入ってきた外国人、これが9に4月3日378名、4月4日241名とこう増えますよね。これが、感染者数が4月1日が2178名、4月2日2381名ですから、この感染者数の内訳がですね、上の方ですね。47%、43%。だいたい、この 50% 以上を占めているということが考えられるわけですね。で、これをですね、感染者数と、この外国人が入ってきた、特段の事情で入ってきた、この関係はですね、非常に密接な関係があったと。統計関数から 0.61 ですから、相関関係があったということで、我々がいくら3密を避けて手洗いをしてもですね、この感染者はずーっと入ってきて、それは4月だけかと思いきやですね、5月にもなんと緊急事態宣言が行われている時もですね、この中国超限戦による影響で中共の入国を断ち切れない現実がですね、中国人5月809名、フィリピン511名、ネパール1196名ということで入ってきていると。このネパールはフライトはありませんので、中国のフライトが半数以上7割ぐらいありましたので、中国人のパスポートで入ってきている。中国人のがですね、ネパールのパスポートで入ってきているというふうな予測が立てられるわけですね。同じように6月でも中国人は、この緊急事態宣言の時もですね、2143名入ってきていた。7月に入っても2738名。おそらく8月に入るとですね、規制が緩和してますので、もう倍以上増えると思うんですね。こういう状況の中ではですね、とてもじゃありませんけど、新型コロナの感染は防止できないと。一方、台湾においてはですね、ここら辺をピシャッと締めているわけですから、特に中国にターゲットを絞ってですね、ピシャッとこの入り口を締めているわけですので、感染防止に成功した唯一の国。世界でも最も感染防止に成功した国だと言われてますね。ですから日本もそれがやるべきでしたけどもできなかった。感染防止に失敗したと。この失敗した挙句に大したことないんだとね。で、死亡者が少ないからどんどん気にしないで緩和するんだ。
そして GoTo トラブルでどんどん経済を回すんだ。なんてことを、無責任なことをやってるっていうのは、中国超限戦による支配があったのではないか。その支配を確立したのが2回、菅官房長官。なぜ、安倍総理の黒幕。我々は安倍総理を批判してましたけど、実はこの安倍総理を動かしていたのは、黒幕として菅官房長官と二階幹事長であったのではないか。で、それがあって、中国人の入国を緊急事態においても断ち切れなかったのではないかと思われるんですね。さらには、中国人を入国させてですね、中国では医療費は個人負担とするということになってるんですね。これを例えば2020年4月16日人民報日本語版で読んでみますと、国家医療保険局の公式サイトによると、現在の新型コロナ肺炎予防抑制要請に基づき、対外的には輸入症例を防ぎ、国内では再び増加に転じることを防ぐという全体予防をしっかりと実行するということで、外国籍の新型コロナウイルス肺炎患者の医療費支払い関連問題に関する通知を発表したと。同通知は外国籍患者で中国の基本医療保険に加入していない場合、その医療費と集中隔離の費用は個人負担とすることを明確に示したと。中国も個人負担としているわけですから、総合関係から言えばですね、日本も保険で対応すると。そして保険に入ってない外国人は実費負担とするということでもいいと思うんですね。それができないのは、やはりこの宗教に忖度をしたですね、政策であると考えられるわけです。さらに、韓国でもですね、下の方、国内の貿易措置に違反した場合には治療費を全額本人負担とする。ですから、最近、日本はPCR 検査を出発地でやるということを決定しているようですが、日本でも実施をしてですね、この PCR 検査が虚偽であった場合、あるいは陽性を示した場合には、この韓国と同じように感染が判明した外国人については、国内の貿易措置に違反しているということですので、治療費を全額本人負担とするという制度をやるべきだと。これができないのは中国超限戦によって支配されている政治体制にあるというふうに考えられるわけですね。ちなみにアメリカ、オーストラリア、タイなど外国人には治療費を負担させています。日本のような診療報酬に対する国の規制がないアメリカでは、医療機関が自由に診療報酬を設定できますので、やはり高額になるということで、保険に入ってない外国人はですね、高額な費用を請求されるということであります。ですから、韓国政府は新型コロナ感染症で入国した外国人の感染者に治療費を請求できるように、法律を改正したというのが最近の、報告であります。さらに、シンガポールでもですね、シンガポール保健省は3月9日、観光客や短期ビザで入国した外国人が新型コロナウイルスに感染した場合の入院治療費について、同月7日から自己負担すると発表したということで、日本もですね、そろそろこの制度を取らないといけないんですが、果たして超限戦に支配された中共に忖度をする日本の政治体制でね、それができるのかと。今まで親中と言われていた、菅官房長官、二階幹事長がさらに実権を握るとですね、ますますそういうことが加速し、制御できなくなってしまうという恐れがあります。ですから、再度繰り返しますと、この中国の超限戦というのは、1から12までですね、なぜ日本で中国の超限戦が支配されているのかという根拠をですね、今、私はご報告させていただいているわけです。ですから、今、菅官房長官がですね、自分の立場を利用し、機密費が使える
10億円以上の機密費が使えるという立場にありながらですね、その費用も自由に使って、もし選挙活動をできるとするならば、これは体制としてやるべきではない。さらには、親中派であった勢力を日本で伸ばさせる必要はないということで、私が期待するのはですね、ぜひ、細田派、麻生派にですね、再考を促していただきたいと思います。ですから、日本人として、やはり日本国のためにですね、何が正しい政策なのか、それを実施できる人を選挙で清き一票を一人一人が日本を代表する政治家が選んでいかなければならない。今までの親中路線を拡大するような人に一票を入れてはいけない。ということで、再度考え直していただくようですね。このコンテンツは急いで作成いたしました。ぜひ、ご参考にしていただきたいと思います。それではまた問題が起こった時にご報告をさせていただきたいと思います。それではまたお会いしましょう。